dedicated game channel by Kotaneta。 みんなお元気？さて今回のコテネタチャンネルの話題は昨日のテスサバ。これそろそろ実装段階の威力になってきたかな。そう思いベンチマークテストで比較をレビューしてみます。それで今回のトリックスターは直接的なダメージがアップし、ドットダメージが大幅ダウン。テーマは前回には変更なかったけど今回 7.5% アップとなってるね。これってやっぱり次回のアップデで2タイプが同時に実装ってなるんだよね。なかなかの利益倍増計画だね。それじゃそれぞれシングルスロット、4スロット、6スロットで確認しましょう。このトリックスターについてはラップタイムごとのダメージと放置した場合でのドットダメージの累計をカウントしました。まあ今時ダメージ回復しないロボットってかなり少ないだろうから、どこまで耐久値を削られるのか少し疑問が残るよね。そしてテーマーについてはラスト効果だけなのでダメージ威力が加速するって感じだね。どのくらいのポジションに位置するのか、そこんとここの後のグラフでレビューします。さあどうかな。まずテイマー、新武器なので上位に位置するってことは当然だろうって思ってたけど、マグネターとほぼ同レベルの威力で連射速度が速い分10秒までのダメージは上回ってるね。そしてトリックスター、なるほどね。ヒットしたダメージはかなり低くてスティング並みだね。ただしドットダメージの威力がかなり高くて放置後はこうなるんだね。そうなるとやっぱりトリックスターのドット効果と回復力の関係次第じゃあるけど、わかりやすくって見た目の威力高いテーマーは売れるけどトリックスターは売れないね。間違いなく。そしてスラッグ弾系も次回に弱体化ってありえないだろうからテーマーそのものもそう売れないと思うね。残すところあと3週間。コテネタの予想だとおちょこちの弱体化って年内にはなさそうだって思ってて、そうなると6スロットのダゴンも発売当初は売れるだろうけど、結局イージーシールドったっておちょこちの近接戦じゃ機能しないから、結局シリウスみたく前評判だけってなってみんなおちょこちに落ち着く。そうなるんじゃないとなると、おちょこち装備武器ではテーマーのラスト効果がスタンペードのダメージも増幅させるってことで、スプリンターなのかテイマーなのかってことになりそうだね。次回以降のテイマーの調整は注意深く確認しましょう。お次の話題はマザーシップのミュート。これまで意識してなかったけどどんなもんなんだって発動テストやってみて。これって結構やばいやつかもしれないと思い、まあ見てみてくださいってことで、何がやばいかってブラインドと EMP が11秒も続くってマップ上で晒し物になるってことだよね。どう？かなり長くない？これ何がやばいかっておちょこち対決でこれ使ってみてどうなるかなってことです。それじゃ最後の話題は、最近レトロロボットの動画がかなり増えてるみたいで、まあコテネタも以前からいろいろチャレンジしてるけど、他の配信者のようにレトロで無双バトルなんて最近の環境じゃとてもお見せできるもんじゃなくって、こりゃもうダメだねって思ってた。でもね、レトロでもバトル続けたいし、そう思ってた時、そうか、ランキングを意識してたからためらってたねってね。そうだよね。いつもチャンピオンリーグの底辺で毎月終わってたコテネタがおちょこち登場によってリーグ上位にいるってこと自体普通じゃないんだから。そしてそのうちにおちょこちだらけとなって弱体化受けりゃまたリーグ底辺のプレイヤーに戻るよね。だったらいっそおちょこちが今の状況の間だけでもレトロロボットのバトルを楽しもうって思ったんだ。
今のバトルを見ての通り、コントロールの問題と基本スペックの厳しさで B コンすら取れないね。当然味方に迷惑をかけるってことも考えなきゃいけないけど、おちょこちょとコストかけてるタイタンで後半の巻き返しをできれば帳消しされるかなって。そう考えておちょこち一気に残り4機はレトロなのか超マイナーなものなのか、これで統一しバトルやって続けようと思います。今のバトルはテイク1の1戦目なんでわからないけど、おそらくマッチングの時のプレイヤーパフォーマンスはかなり低く見積もられるんじゃないかな。どうだろう。もしそうなればおちょこちだらけのバトルでもなくなるし、もしかすると結構快適なバランス取れたマッチングになりゃしないかな。少し期待してるんだけど。もちろん編成にはオフィオンだってリンクスだっていいけど、おちょこちで最初に出撃させると3回に1回のレベルでオフィオンで終了、さらにタイタンまでの2機で終了ってことも多く、他のロボットが出撃する必要がないってことも理由の一つなので、4機目までフル動員させて最後におちょこちでファイナルさせようってことを思いついたって感じです。いかがですか？もしおちょこちを編成に入れてるならこんなバトルってこともいいんじゃないでしょうか。ということで、それから今回のレトロの装備については新ブラスト系とスラッグ弾系を中心としてみました。印象としてはどちらもかなりの威力で、しかも射程500メートルの余裕ってやつがいい感じでした。好みとしては新ブラスト系なんだけどね。まだまだバトル続きますが、ナレーションはここまで。もう2時。ご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。Titan Slayer.